新井先生、ここまでにしましょう。これ以上手術を続けて奥までメスを入れるのは危険すぎます。もっと高度な医療が受けられる病院に急遽転院させましょう。ダメだ。長谷川、お前が取れ。こんな症例はめったにない。いい勉強になるだろう。そもそも患者の意向を組んでうちで手術できるよう根回ししたのはお前じゃないか。できないなんて言わないよな。そんな、私にはこんな難しい手術できません。手術の終了を訴える第二執刀医の長谷川先生を先輩で第一執刀医である新井先生は冷淡にあしらう。そこまで大掛かりではなかったはずの手術で、本来の計画にはなかった別の事態が発生したのだ。だが訳あって、手術が進んでいる手元はとても視界がいい状態とは言えない。手術を続けろと迫られた長谷川先生は絶望に近い表情をしている。できないという自己主張をしているのに聞いてもらえず、嫉妬続行を強いられるのだ。誰だって絶望する状態だろう。このままでは患者も長谷川先生も危険だ。無能と呼ばれている医師の俺はそれを見ているだけでいいのだろうか。二人のやりとりを聞きながら考えた末、俺はある考えを二人に伝えるため、ゆっくりと手を挙げた。俺は影山雄太郎、37歳。ある民間の病院で医師をしている。医学部に入学して以来、ずっと同じ大学病院で勤務してきたが、半年くらい前にこの民間病院へ転職してきた。転職のきっかけは、去年結婚した妻だ。義理の祖父が起こした企業を彼女が正式に継ぐことが決まり、それに俺もついてきて入籍した。長く在籍した大学病院を離れることに悔いが全くなかったかといえば嘘になる。しかし大学病院での働きありのような生活で心身ともに疲れ切っていた俺は、彼女の話を聞くうちに、地方でのんびり医師をやるのもいいなぁと考えたのだ。正直俺は大学病院での多忙さや他人との関わりに疲れていた。この病院に来てからの俺は、周りとは積極的に関わろうとせず、必要最低限の仕事しかしないようにした。その方が楽なのだ。体験談だと、人当たりがよく頼みやすいと何でも頼まれるし、気を回してあれこれやってしまうと、その気回しはいつか当然のものとなって、結果どんどん仕事が増えていく。周りとは距離を取り、仕事には線を引き、淡々と。これが楽に医師を続ける秘訣であると気がついたのだ。そんな俺を上司である女医の長谷川先生は、あまりよく思っていなかった。影山先生、自分の担当以外の患者の話も聞いてあげてくださいよ。いくらなんでも線引きすぎです。たかでもないんですし、聞くだけ聞いて後で伝えることだってできるでしょ。影山先生、後処理を看護師にやらせすぎです。何かあれば報告が来るとはいえ、担当医なんですから、チェックを丸投げするのは良くないです。術後フォローも仕事なのに手を抜きすぎでは。彼女はこんな感じで日々あれをなぜやらない、これはなぜ断ったなどを諭しに来る。しかし俺には全く響かない。やるべきことはすべてやっているためだ。おかげで転職して間もなくコミュ障とか言われたこともできない無能とかの言葉が周りから聞こえてきていたが、そんなことは気にならない。ここには以前の俺を知る人は誰もいないし、俺が医師にとって大切だと思っているものはそこにはないためだ。そして小言の多い長谷川先生も、部下ではあるものの、勤務歴で言うと先輩にあたる新井という医師から嫌がらせに耐えていた。この新井医師は有名私大の医学部を卒業していて、この病院の院長の甥いにあたる。もうお決まりのように出世意欲が強い。
いや、強すぎる意志だ。周りと交流のない俺の耳にすら、おじの後を俺は継ぐとか、エリートの俺に平は似合わないとか、威勢のいい言葉がよく入るぐらいだ。しかし実際に肩書きがついていたり、すごい論文を書いていたり、名のある技術を持ち合わせているかというと、そうでもなく、ただミスがないだけというのが実態である。というのも新井先生は、失敗が出世に影響すると信じているため、自信のない患者は担当せず、長谷川先生をはじめ、他の医師に押し付けているのだ。長谷川先生のみが果敢に言い返し立ち向かっているのを見ているが、どんなに彼女が正しくても、最後は新井先生が持論や権力を持ち出して黙らせ従わせてしまう。押し付けられた仕事を抗えば、長谷川、お前俺より先に役職もらって先輩に口答えして、女のくせにいい身分だな。そんなんだから可愛くないって彼氏に捨てられるんだよ。こういう時は男の年長者の言うこと聞いてれば間違いないんだ。お前みたいなのがいるから女医って嫌われるんだぞ。と問題をどんどんすり替えていく。特に何もない時ですら、俺が院長の後継って分かってる？長谷川、俺が院長になったらお前みたいな出しゃばり女すぐクビにするよ。俺のおじが寛大で救われたな。今のうちから可愛げってのをしっかり身につけとけよ。おっと、その年じゃもう手遅れかな。ときた。こんなことが頻繁とは言わないが、少なくない頻度で起こる。一度だけ物陰で涙を拭いていた長谷川先生に声をかけたことがあるのだが、私より自分の心配をしなさいと逆に小言を受ける羽目になってしまった。別にこんなやつの言葉に従わなくてもいいのではと俺は思うのだが、従わなかった場合、患者に出る影響を考えると、従う方が穏便に済むというのもわかる。もちろん俺はコミュ障で無能と謳われている人間であるため、存在も無視され、挨拶も交わしてもらえない。会議でも順番を飛ばされたり、俺だけ資料を用意してもらえなかったり、まるで暇な中学生のよう。全く相手をしてもらうことはなかったが、黙って見聞きしているだけでも、新井先生の悪い態度と歪んだ価値観は見ていて明らかだった。そんな俺たちの関係に風が吹くきっかけになったのは、近くの高速道路で大きな事故があった日のことだ。コンテナトラックが横転したところに、ツアー旅行客を乗せた大型バスが数台突っ込み、荷台の荷物が崩れて、双方の車線で何件もの事故を同時発生させた挙句、炎上という悲惨なものだった。地方の上に最も距離が近いうちの病院には、当然多くの患者が運び込まれる。そのため病院スタッフはほぼ総出で対応することが決まった。俺がトリアージを行う。オペ室は重症度の高いものから優先して使用。軽症は処置室及びセンター内で処置。必要なら無菌テントや救急手術セットも使う。各科診察した患者にはリボンをつけることを忘れるな。決して動線を塞ぐなよ。救急センター長が指揮を取り、続々と到着する怪我人たちをさばいていく。外科医のほとんどはオペ室に回されたが、俺は長谷川先生から多くの軽症者がとどまっているセンター内の待合室に出向くよう指示された。外傷のない患者は他科が診察した印のリボンをつけていってくれるので、俺はリボンのない患者に外科処置を施していくだけだ。突如事故に巻き込まれた患者の話を聞くわけでもなく、ただ外傷と向き合う時間。俺は黙々と目と手を動かし、患者の元を回っていった。そして患者を回り終わった俺が次の場所に移動した直後、長谷川先生が息を切らせながら待合室に駆け込んできた。影山先生、どこ行ったの？手術の準備の合間に俺の様子を見に来たのだ。長谷川先生は外科処置済みのリボンをつけた患者を回って幹部と記録の確認を始めた。もういないなんて、
彼、適当なことしてないかしら。これ、嘘、影山先生が一人で？患者の外傷はきれいに洗浄がされ、適切な縫い方を選択し、安易な縫合は行わず、きれいに治るよう傷口を覆い、検査もしていないのに、中にガラス片が残っている傷を見逃さず、麻酔を使い摘出。加えてもっと大きな処置や検査が必要な患者には、適切な診察が受けられるよう、高に声をかけている記録がそこにあった。後で聞いた話だと、長谷川先生は、この時、衝撃と感動を覚えたという。この後、すぐに彼女はオペ室に戻り、病院全体で翌朝までかかって、全救急患者の対応を終えた。徹夜の体で外来に向かう俺を長谷川先生は引き止め、軽症患者に適切な処置を少ない検査で確実にできたことを褒めてくれた。職場で他人に褒められるなんていつ以来だろうか。俺は心のどこかに火が灯るような感覚を覚えていた。大事故からしばらく経った頃、新井先生が担当する飯山さんという女性患者の手術が行われることになった。疾患も手術もよくあるものなのだが、彼女は内臓の変形を抱えている。そのため、本来浅く済むはずの手術でも、深くまでメスを入れなければならず、いろいろリスクが高い。数々の検査とカンファレンスを経て、飯山さんの手術は通常より多い人数と機材で行われることになった。第一執刀医に新井先生、第二執刀医に長谷川先生、助手が一人と俺だ。無能の俺がメンバーに入ることになったのは、助手につけられる人材が他にいなかったというだけだ。言われたことしかやらないが、言われたことはやってきたので、まあ妥当だろう。こうして始まった飯山さんの手術は、開始して間もなく暗礁に乗り上げることになる。回復して体内を覗いてみると、どこから湧いたのかわからない癒着で覆われ、白い部分が多かったのだ。浅い位置にある各臓器は目視できるが、もともとの変形もあり、深い位置までは自信が持てない。新井先生と長谷川先生は、事前に撮った検査の写真を見て、癒着を剥がし、洗浄しながら、慎重に手術を進め、どうにか腫瘍に到達した。しかし、新井先生の舌打ちが響くことになる。破裂したか。腫瘍の一部が残ったな。この白い癒着の下に。ギリギリのところで膨れ切った腫瘍が破裂し、一部がちぎれて残ってしまったのだ。ちぎれた部分は癒着に引っ張られて、体の奥深くに潜ってしまい、もう目で確認することができない。新井先生、ここまでにしましょう。これ以上癒着を剥がして奥までメスを入れるのは危険です。うちでオペをするのが彼女の強い希望でしたが、こんなに癒着がひどいとは想定外でした。説得して大病院に送りましょう。その方がもっと安全にオペできます。うちでこれ以上は無理です。長谷川先生が意を決したように声を絞り出す。新井先生は癒着を睨みつけ、周囲を一度も見ようとしない。ダメだ。長谷川、お前が取れ。そのまま新井先生は言い放った。こんな症例はめったにない。いい勉強になるだろう。腫瘍の大部分は俺が取ったから、次は長谷川、お前がやるんだ。うちでオペするのは他ならぬ患者の希望。それによそに送ろうとした俺に歯向かって、うちで手術できるよう根回ししたのはお前じゃないか。まさかできないとは言わないな。言い放たれた長谷川先生は目を向いていた。俺たちも時が止まったようになる。この人は何を言ってるんだ。どいつもこいつも女ってすぐ感情的になる。こんなことならお前らの言うことなんか無視してさっさとよそに送るんだった。別に閉じてもいいけどさ、よそに送るまでに残った腫瘍がいろいろばらまいて腹膜炎にでもなったら大変だな。お前その辺わかってる？長谷川、責任取って最後までやれよ。癒着は検査に移らないため、実際に開けてみないとわからないものだ。これがなければ
今回の手術だって無事終わることができただろう。ここで一度終了して後日やり直すにしても、患者とその家族には負担と新しい不安を抱かせることになる。その間に残ってしまった腫瘍がどう影響するのかは不透明だ。おそらく新井先生は自分の手術をよその病院に頼むのが恥だと考えているだけだろうが、長谷川先生は自分の技量とこのまま終わらせるリスクを計りにかけているように見えた。しばらく沈黙が続き、長谷川先生が深呼吸して切開するための機材を癒着部分に向けた。助手や看護師が慌てている。どこに何があるか不透明な中、ちぎれた腫瘍を探して切り進めようというのだ。彼女の息は荒く、徐々に機材を持つ手が震えた後に止まる。涙を浮かべ、手を止めるか進めるか悩んでいる様子の長谷川先生を、俺はもう見ていられなかった。新井先生、残った腫瘍、俺に探させてください。俺は手を挙げ、ここで働き始めて一番大きい声を出した。みんなが目を丸くして俺を見ている。は？お前、影山か。どこからともなく院長が連れてきた無能が何しようってんだ？実績も論文も何もないくせに。新井先生の言葉に俺は動機が止まらない。ここでは話すつもりがなかったのに、ここでは俺は無能な影山先生として生きていきたかったのに。俺は去年まで宝徳雄太郎という名前で外科医をしてました。影山は去年結婚した妻の名字です。聞き覚えありませんか？再度みんなの動きが止まった。宝徳って何年か前に不可能と言われていた腫瘍を切り取る新しい手術方法を編み出して成功させた、こんな時に下手な嘘つかなくていいぞ。院長先生には最初からすべてお話ししてあります。絶対に隠しておいてほしいことも約束してもらいましたし、言いたくはなかったです。けど、飯山さんの緊急事態を黙って見ていられません。長谷川先生、場所変わってもらえますか？話の通じない新井先生を放置し、俺は長谷川先生に代わり、飯山さんと向き合った。無駄な時間の経過は患者の負担になるだけだ。俺は機材を受け取らず、手袋をつけた手で患部に優しく触れた。大丈夫、十分わかる。指先に集中し、臓器の感触、癒着の感触、腫瘍の感触を感じ分けていく。そこから確実に癒着を指で剥がし、腫瘍を探していくのだ。見つけました。かけらも残さないようにしますね。そう言うと、俺は初めて機材を手に取り、破裂した腫瘍の残りと飛び散ったおまけを確実に次々と回収していった。この癒着に関しては、大元を叩かないとどうにもならないですね。けど癒着がもたらす何かは飯山さんにはなさそうですし、現状これで終了でいいのではと思います。新井先生、長谷川先生、いかがですか？あっさり腫瘍の残りを取ってきた俺に、二人とも驚いて声も出ないようだ。それでいい。影山、いや、宝徳先生、あとは任せた。俺は先に家族に説明してこよう。なんとかそう言うと、新井先生はそそくさと手術室を出て行ってしまった。残された俺たちは協力して縫合を進め、手術は無事に終了した。意識回復を確認して飯山さんを送り出した後、俺は長谷川先生から礼を言われた。他の医師たちも興味深そうに聞いている。影山先生でいいのかな？さっきはありがとうございました。私は大変な間違いを犯すところでした。反省しても足りません。事故の日に影山先生が素晴らしい仕事ぶりだったのは、そんな理由だったんですね。有名な名前も確かな腕も隠して、なぜうちのような病院へ？気になるのも当然だ。俺だって逆の立場だったら気になって仕方なかったろう。俺は久しぶりに俺の人生を振り返ってみることにした。俺こと
宝徳雄太郎は、元は天才外科医と呼ばれる医師だった。患者のためにをモットーに、大学病院で基礎から学び、技術を磨き、研究に勤しんできた。学びになると思えば、何でも積極的に手を出し、習得し、新しい技術には飛び込んで、合同開発にも携わる。人生で一番忙しいが、充実していた日々だったと思う。若い頃から積んできた努力が実を結んでか、年を経るごとに難易度の高い手術も執刀できるようになり、ついには世界でも成功例のあまりない術式に挑んで成功させることができた。気づけば天才外科医と呼ばれ、雑誌やインタビューでも名だたる名医と名前を並べられるようになり、恐れ多いことこの上ない。しかし、俺の腕で一人でも多く助けられるのなら、と俺は嬉しかった。一方で、そんな俺のことを疎んじている者も少なくなかった。とはいえ、陰口を叩かれたり、汚名を着せようと荒探しをされたぐらいなのだが、ある日事件が起こる。俺の昇格予定が告げられ、ある先輩が前祝いをしようと飲み会に誘ってくれた日のことだ。何の疑いもなく参加したその会で、後輩の一人が倒れてしまい、うちの職場に救急搬送されることになった。倒れた後輩はアルコールアレルギーだったのだが、その後、宝徳医師がアレルギーを知りながら若手に強い酒を強要したという噂が職場で流れたのだ。俺は彼の体質はもちろん知っていたし、彼が当日飲んでいたのはノンアルコールだと思っていた。しかしその飲み会の俺以外は、俺の活躍ぶりが面白くない、アンチ俺の一派であり、誰も俺をかばってくれない。そして証人もなく証拠を出せというのは大変困難である。おまけに誰がリークしたのか週刊誌が来るようになり、倒れた本人は記憶が曖昧ときた。方々から呼び出され、必死で無実を訴えてきたのだが、俺は予定されていた昇格が保留になる結果となった。昇格したかったわけではないので、保留は別にいい。ただ俺の昇格が保留になったと決まった時に、うまくいったと喜んだり、安堵をし、胸をなで下ろしている人物の多さに、俺は強烈なショックを受けた。俺は患者のためを考えて努力し、実行し続けてきただけなのに、本来味方なはずの仲間からこんな仕打ちを受けるのかと絶望してしまったのだ。周り全員が敵に思えてしまい、職場でも疑心暗鬼になり続け、俺はどんどん病んでいく。俺が宝徳雄太郎という医師である以上、この先医師を続けていても同じ目に遭うかもしれない。次は俺の患者を標的にするかもしれないと思うと気が気じゃなかった。だが後輩を平気で危険な目に遭わせる連中なので、やらないとは限らない。もう不安と恐怖でどうにかなりそうだった。そんな話を付き合いの長い彼女にしたところ、実は地元で会社を継ぐ話があり、受けるから一緒に来ないかと誘ってくれた。長考の末、俺は彼女と共に地方へ移り住むことを選ぶ。決めたら俺は早かった。当時抱えていた患者を問題のない状態にしてから引き継ぎ、没頭していた研究や事業からは体調不良ということで頭を下げて手を引かせてもらう。移住はおそらく彼女が意を決して出してくれた案だろうと考えて、俺から彼女に正式にプロポーズし、受け入れてもらえた。俺も彼女も名字を捨てたくないという理由で入籍を先延ばしにしていたので、俺が名前を捨てたくなった今が運命のタイミングというやつだろう。こうして俺は影山雄太郎という無名の医師になった。そして二度と仕事で目立ちたくない、妬みの対象になりたくないという思いが強すぎて、言われたこと以外何もやらないようモットーにすることにしたのだ。あえて無能を演じようと思ったわけではないのだが、結果的に周りが最低評価をつけてくれた。なので、まあ願ったり叶ったりだと思う。
ただ本来助かるのに傲慢な医師のせいで危険にさらされる飯山さんや、俺のようにかばってもらうこともなく、窮地に追いやられる長谷川先生を見ていると我慢ならなくなった。過去の自分をここで救える気がしたのだ。そうだったんですね。先生のインタビュー記事は読んだことがありますけど、お顔までは全然気づきませんでした。それにしても影山先生は素晴らしいですね。さっきの私は飯山さんの安全より自分の判断ミスを認めない方を優先しようとして、基本の患者第一ができていませんでした。先生はどんな時でも患者さんのためを考えてるんですね。長谷川先生たちは口を挟むことなく、俺の話を聞いてくれた。院長にもここまでの話はしていない。妻以外に初めて話すことだった。いえ、長谷川先生こそ、俺は嫌がらせに屈して心が折れて逃げてしまいました。立ち向かっていないんです。宝徳の名字を隠したことで救えなかった患者がいたかもしれない。それを考えると怖いです。俺も患者第一ができているのかどうか。でもさっきは名乗りを上げて助けてくれたじゃないですか。自分のことだけ考えていたらそんなことできませんよ。逃げることが悪いとは限りません。立ち向かったって私みたいになったりしますし、今日飯山さんの手術を無事に終えられたのは影山先生がいてくれたからです。本当にありがとうございました。影山先生、もう私たちにはバレてしまったわけですし、ここで医師人生やり直しませんか？私は今回の判断ミスは自分の慢心が元だと思うので、気持ちを入れ替えていきます。一緒にたくさんの患者さんを救っていきましょう。そう言うと、長谷川先生は右手を差し出した。少しだけためらったが、俺は過去の自分を振り切るように、その手をつかみ握手した。俺の本当の医師人生第2幕は、ここからなのかもしれない。その後、新井先生は外科外来から姿を消した。報告に来てくれた院長によると、甥いである新井医師の悪い噂は、前から院長の耳に時々入っていたらしい。しかし証拠がなく、問い詰めてもかわされて、事態が悪化することが想定されたため、しばらく泳がせていたようだ。そんな中で、飯山さんの手術の詳細記録を読み、嫌な予感がした院長は、第三者であるもう一人の助手や看護師に話を聞いて回った。そして噂が本当であることを確信した院長が、関係各所に聞き取り調査を行ったところ、新井先生が嫌がらせや押し付けをしている音声を複数入手。さらに後輩の手柄を横取りしている証拠を集めることができた。これらを本人に突きつけ説明を求めたところ、反省するどころか、いやいやおじさん、それ何か問題あります？俺は院長を継ぐエリートの身なんですから、それぐらいしてもらってもいいと思いますけど。と開き直ったため、救急センターに技術研修として行かせたという。救急センター長は処置の鬼と呼ばれ、非常に厳しい人らしいので、きっと性根から叩き直してくれるだろうと、院長は話していた。新井先生は、叔父が院長であるという意向と、自分のエリート学歴に固執しており、自分を差し置いて、周りが成長し出世していくことに対する焦燥感がすごかったようだ。そのため自然と成績になりそうな患者や疾患を選び、厳しくなれば他人に押し付けて逃げることでここまで来てしまったという。新井先生も決して何もかもが間違っている医師というわけじゃない。自分の自信に見合うだけの力を身につけ、他人を妬む心がなくなったら、彼はまた違った医師になれることだろう。その後、俺は周りにも正体をカミングアウトすることで実力を認められ、本来の力を発揮できるようになった。今は過去に書いた論文や研究の報告書の名前に申請を加えてもらう手続きの最中だ。俺は宝徳の名字を再び背負って医師をやる決心がついたのだ。今では長谷川先生や周りの医師たちとも協力し合いながら患者さんのために尽くしている。あれから長谷川先生は昇格の話が出ており、一部では
院長から後継へと打診が来るのではという噂もある。俺はここじゃまだ駆け出しなのでこれからだが、もし昇格となっても地位にはこだわらず、患者第一の心は忘れずにいたい。自分の利益を優先しすぎて、大事な患者のことをおろそかにしては医師失格だ。俺たちの仕事は患者を助けることにある。聞けばシンプルだが、奥は深く、正解もない。加えて言えば、患者のためを思い行動した結果ついてくるものが昇格や出世なだけで、治療が昇格昇進の道具になってはならない。俺はこれからもそのことを忘れず、医学に貢献し、精進していきたい。ご視聴ありがとうございました。下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録をお願いいたします。グッドボタンや動画の感想コメントもお待ちしています。それではまた次の動画でお会いしましょう。